おはようございます。たかしです。本日は5月18日木曜日、ただいま7時30分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録、そしてフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。ではまずはポンド円の冷やしからです。昨日大きめの陽線で引けております。ただし現在は最高値付近ですね。この辺り最高値付近というところで、日足、週足ともに高値圏にありますので、大きめの下落には注意。そしてストキャスティクスは高値圏、MACD は今のところダイバージェンスを起こしてますが、このまま強い陽線での上昇が続けば、このダイバージェンスは解消されていきますので、ちょっとそこが分かりにくいところですね。今は高値圏付近ですので、ここからまだ上昇する可能性、昨日も大きな陽線になってますので、この流れを引き継いで本日も上昇する可能性はありますが、そろそろ天井になって大きめの下落をする、そんなところにも来てますので、あまり上昇についていくのは優位性がありません。もしここからロングエントリーをするのであれば、一旦の調整の下落を待ってからの次の上昇の流れに乗っていくのがいいですね。で、こういったところで昨日も強く上昇してきて、結果的には上昇したんですけれども、ですので、それに乗り遅れた人っていうのは、ここからこの現在の高値をブレイクして上昇していくんだということを思いがちで、現在地付近でロングエントリーをしたりしがちになってくるとは思います。で、気持ちが焦るのはわかるんですけれども、そこでエントリーしてしまうと、今、日足、週足での高値圏にありますので、ここから日足とか週足単位での大きな下落っていうのが起こる可能性もある場所なんですね。ですので、ここでのロングエントリーじゃなく、押し目買いっていうのは一旦下がったところからの次の上昇を狙うっていうので、今は一旦の下落を待つタイミングに来てますので、無理してトレードしていくのではなく、一旦の調整下落を待って、次の上昇を待っておくのがいいですね。チャンネル登録してね。では4時間足です。日足のストキャスティクスも高値圏、4時間足のストキャスティクスも高値圏というところで、そしてこの緑のボックスを描いてますが、直近の高値を天井として、直近の安値を下限としたこの緑のボックスの現在は上限付近です。上限までもう少し距離があります。172.2 か3ぐらいっていうのがこの高値になりますので、そのあたりまで上昇してくる可能性もあるんですけれども、そろそろ今は上値が重くなってくるところになりますので、一旦の下落を待っておきたい。ストキャスティクスが高値圏にあるときはロングエントリーをしないのがルールですので、まずは調整の下落を待ちたいですね。で、どこまで調整をしてくるのかですが、4時間足の GMMA かなり今距離が離れてますよね。ですので、ここまで戻すとなるとかなりの距離になるんですね。昨日の上昇分を全て打ち消すことになりますので、もし本日そのような下落があるのであれば、そこからの押し目買いっていうのは注意ですね。昨日の上昇分を本日同じように打ち消してしまえば、そこからの大きめの下落っていうことを想定できます。ただし、じりじりと下落してきて、このオレンジのトレンドライン付近で反発するのであれば、もう一度上昇。その場合はこの緑のボックス上限ぐらいまでというところを狙っておくのがいいと思います。もちろんここを上抜けてどんどん上昇するっていうことも考えられるんですが、それはまずは緑のボックスを上抜けてから考えればいいと思いますので、今はボックスの上限にあるので、そのあたりが天井になるというイメージでトレードをしていくのがいいと思います。かといって、現在地付近から売りでエントリーするのは優位性がありません。今のところ強く上昇中ですので、まだこのまま上昇していく可能性が大いにあるところで、売りでエントリーするのではなく、まずは下落するのを待つというタイミングに来てますので、その辺注意ですね。では1時間足です。1時間足にはフィボナッチリトレースメントを引いてます。直近の安値からこの高値に向けたものなんですが、まずは 23.6% ぐらいですね。171円ぐらいまでの下落を待っておきたいですね。現在ですと1時間足の GMMA もその辺付近にありますので、そのあたりまでの下落を一旦待っておく。その辺付近で下げ止まればそこからの上昇の流れに乗っていくというイメージです。ですので逆に言えばそこまではトレードをしない。そこまで下がってくるのを待つ。そういうタイミングに本日は入ってきますので、まずは下落を待って、そこからの次の上昇の流れを見ておく。ただ先ほど4時間足のところでも言いましたが、昨日のこの上昇を打ち消すような強い下落がもし起こった場合は、その場合は押し目買いは様子見ですね。大きく下落する可能性
性がありますので、今は1時間、4時間、日足、すべてストキャスティクスは高値圏にありますので、大きな下落っていうのも想定されますので、そこは注意。ただ基本的にはこれだけ強く上昇してきてますので、何か大きなきっかけがない限り、そのような下落は考えにくいので、本日はじりじりと下落していく。そしてそれが下げ止まったところからの次の上昇を見ておくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。